夢日記、心霊スポット。気がつくと、どこかの大きな民家の縁側で、10代ぐらいの女の子2人と遊んでいた。この2人は親戚のお姉ちゃんのようで、自分は体が10代前半ぐらいに戻っていて、夏休みに両親の実家へ帰省しているところらしかった。時間は21時頃で、大人たちはお酒を酌み交わし、子供たちは子供たち同士で遊んでいた頃だった。お姉ちゃんのどちらかが、近くに有名な心霊スポットがあるから行ってみよう、と誘ってきた。自分は、怪談、ホラー話は好きではあるが、心霊スポットは大の苦手なので、断ったのだが、いつの間にか、庭を抜けて、噂の心霊スポットへと向かって歩き出していた。40年ぐらい昔の日本の田舎なので、街灯はほとんどなく、開発されていない場所も多くて、雑木林を抜けながら、2人の後を追いかけて、自分は歩いていった。ほとんど獣道のような道から出ると、そこには、谷底になった平地に、10棟程度の平屋の建物が現れた。平屋といっても、現代風の広く土地を使ったおしゃれな平屋では到底なく、錆びたトタンに囲まれた長方形の箱に、玄関と窓をつけただけの、昭和の時代によく見られた文化住宅をさらに簡素にしたような建物だった。自分はその集落に着いた時から、大量の人に見られてる感覚があり、しっかりと見ると消えてしまうが、ぼんやりと見ていると、景色の中に何人もの顔が現れて、侵入者である自分たちを見ていた。お姉ちゃんは、あの家、と言い、数週間前に老婆が自丸したという家を指さした。自分はその家を見ると、玄関に青白く光る腰の曲がった老婆が立っていた。そして、その老婆を認識した瞬間に、周りで自分を監視していた目が一斉に殺気を帯びた。自分は無理やりに、逃げようよ、と、お姉ちゃんの袖を引っ張り、元来た道を戻ろうとした。ただならぬ自分の様子を見て、お姉ちゃん2人も、帰ろうということになって、元来た道を帰ろうとした瞬間に、自分の目が見えなくなった。代わりに、自分の脳内では、真っ暗な世界に、ホログラムのように何体もの霊の姿が浮かび上がってきた。自分はお姉ちゃんの手を掴んで歩き、自分たちが出てきた獣道の前まで来た時に、突然、自分は後ろを振り向き、手を思いっきりパン、と鳴らすと、お経を唱え始めた。お経と言っても全然知らないので、南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経、成仏してください。成仏してください、と唱える程度だったが、いきなりお経を唱え出した自分にお姉ちゃんは驚いていた。すると、住宅を挟んで向かい側にある道路を、数百人ものお坊さんたちがお経を唱えながら列になって歩いてくるのが見えて、その時に自分の視力も回復したようだった。片手に杖と片手に何かを乗せたお坊さんたちが、4列ぐらいになって途切れることなく歩いていて、自分は助かった、とても安堵して、少しでもお坊さんたちに近づこうと思い、道路の方へと走っていった。そこは窪地になっていたので、お坊さんが歩いている道路は少し小高くなっていた。自分は道路へ上がるための階段の横に座って、お坊さんの歩く音とお経を聞いて、助かった、と安心していたら、いつの間にか、数人の芸者のような女の人たちに囲まれて見下ろされていた。この時点では、この芸者さんたちも味方だと思っていたので、なんで何も言わず、珍しいものを見るような目で見てるんだろう、と思っていたら目を覚ましました。ちなみに、両親の実家は徳島県ではないですが、夢の中でははっきりと徳島県のイメージがありました。最後まで見てくれてありがとう。また見てね。チャンネル登録お願いします。